どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイのヒーローティアリストシリーズということで、B ランクヒーローについてやっていこうかなと思います。ヒーローのティアリストというのは、ドゥームステイのヒーローをSS ランクから D ランクまでランク付けしたものになるんですけども、前々回の動画で、どのヒーローがどのランクなのかということについては、お伝えさせていただいたので、まだそちらご視聴いただいてない方は、そちらを先にご覧いただいた方が、この動画をより楽しめると思いますので、概要欄のリンクよりご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、B ランクにランク付けしたヒーロー。それは、スベン、リベン、ジェイコブ、エディ、ロバート、そして最後に、シンシャ。この6名ですね。B ランクのヒーローということで、もう現在の環境でも、もうバリバリに使っていけるヒーローたちです。どのヒーローにも、強いポイントがあって、活躍させることが、できますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では最初に、スベンからやっていこうと思うんですけども、スベン、彼の強みは、もうラリージの圧倒的な耐久性能ですね。ラリー中は、通常の被ダメージ減少バフ15% に加え、12% 被ダメージを減少させることができますので、合計で 27% の被ダメ減少になります。今って、ラリー打つんだったら、覚醒させたジュリアを使うことがベターで、もうめちゃめちゃ強いんですけど、唯一それに対抗できる性能を持っているのが、こちらのスベンとベラを使用した構成です。あと、覚醒させた時に発動する非カウンターダメージを減らしていくのも、ラリー時には結構美味しいのかなと思います。また、スベンはラリーだけではなくて野戦でも使っていくことができます。レイジスキルの追加効果で移動速度 50% アップを5秒間発動させることができますので、追撃性能がもうかなり高いんですよね。野戦ではどうしても相手に逃げられてしまうこと結構あると思うんですけども、スベンを使ってればもうかなり追撃しきれることの方が多いので、非常に強いのかなと思います。ただ、スベンは、才能が非常に弱いので、騎兵才能とスキル才能を持ったヒーロー、ベラやエレナですね。彼女らのアシスタントとして、使っていくのが良いのかなと思います。では次に、今年実装された新ヒーローの、リベンについて、語っていこうと思うんですけども、彼女は、高い火力とシールド効果を持ったヒーローです。ただ、ちょっと、器用貧乏感があるのが弱点ですね。まず、レイジスキル。これ、めっちゃ優秀です。ダメージ係数が合計で 15,600 かつ 32% の防御アップというところで、効果力に加えてバフ効果を付与していけるのは非常に良いのかなと思います。それに加えて、シールド効果を発動できる第3スキルと、
覚醒させると、さらに発動するシールド効果もありますので、全然強いです。野戦でも使えますし、駐屯でも使えます。ただ、野戦だったら、移動速度か範囲攻撃が欲しいですし、駐屯で使うにしても、今、リベンとめっちゃ相性がいい駐屯ヒーローって、正直いないんですよ。強力な駐屯ヒーローの、サンダーや、ビクターと、組み合わせるのは、もちろんできるんですけど、別に、リベンの方が強いわけではないんですよ。なので、強いことには、間違いないんですけども、他のヒーローの育成が進むと、どうしても、出番が少なくなってしまうヒーロー。それがリベンの率直な評価なのかなと思います。ただ、基礎性能としては、ちゃんと強いので、初心者の方が、レイジスキルだけを上げて、使うなどの場合は、もう非常にお勧めできるのかなと思います。では次に、ジェイコブですね。彼なんですけど、彼、書いてあることは、めちゃめちゃ強いです。ただ、射撃という陛下の弱さと、他の射撃ヒーローの優秀さに隠れてしまって、スポットライトを浴びてこなかったヒーローです。ジェイコブ、奥義上なんですけども、範囲攻撃を、持っていて、なおかつ、カウンターダメージをアップさせることができるので、レイジスキルは超優秀なんですよ。そして、第3スキルのダメージスキルも、これ結構強くて。でもここまで聞くと、S ランク以上のヒーローのように思えるんですけど、弱点がしっかりあって、第2スキルと第4スキルが、これ弱すぎるんですよ。そして、射撃って、どうしても足がめちゃめちゃ遅いので、移動速度をちゃんと上げないと取り残されちゃうんですよね。強い射撃ヒーローというのは、ちゃんと移動速度アップを持っているか、取り残されても大丈夫なようなヒーローか。もしくは、その弱点をカバーするだけの、もう圧倒的なストロングポイントを持っているか。そのいずれかになるんですけども、ジェイコブは、移動速度アップを、持ってるわけでもなく、圧倒的なストロングポイントがあるわけではないんですよね。また、ジェイコブは、駐屯できなくはないんですけど、先ほどのリベン同様に、優先して選択するほどの性能では、正直ないんですよ。なので、レイジスキルと、第3スキルは、ちゃんと優秀なんですけども、ジェイコブは、B ランクという評価になりました。また、ジェイコブは、このレイジスキルが、強みになるヒーローなので、そのレイジスキルの、回転速度を上げていくために、スキル才能を持ったヒーロー、ジュリアや、チュンやルイ、彼ら彼女らと、組み合わせていただくのが良いのかなと思います。では次に、エディですね。彼、強いというイメージを持っている方、結構多いのかなと思います。相手がエディを使ってきた時のイメージからして、なんか A ランク以上なんじゃないかと思われている方、結構いらっしゃると思うんですけど、エディと戦った時に強いと感じるのって、エディが強いわけじゃないんですよ。これ、使ってる人が強いんですよ。エディって、
圧倒的なカウンターダメージが魅力の歩兵ヒーローで、歩兵という一番強い兵科も相まって、格上のエディと戦っても全然美味しくないです。ただ、エディの強さってあくまで受動的なものなんですよ。相手に攻撃されてこそ輝くヒーローで。ただ、移動速度アップを持っているわけではないので、野戦ではどうしても取り残されてしまったり、追撃に参加できなかったり、しますので、なかなか活かすのが難しくて。じゃあ、駐屯ならどうなのかという、ところなんですけど、カウンターダメージ、確かにでかいです。ただ、耐久力が高いわけでもありませんし、エディよりダメージが出せるヒーローって他にもたくさんいるんですよ。なので、駐屯で使っていくのは結構厳しくて。ただ、エディは本当に強い人。兵装戦力が400万、500万、600万とか。そのクラスの人が使えば、包囲されても全然落とされずに、カウンターダメージを、バンバン与えていくことができるので、めちゃめちゃ脅威になります。強いプレイヤーのエリーと戦うとき、こっちが包囲して袋叩きにしてるはずが、気づいたら包囲してる側の方が、損害が多く出てしまうということは、本当に、ザラにありますので、なるべく、格上のエリーを攻撃することは、避けた方が良いのかなと思います。そしてそんなエリー、誰と組み合わせて使うかというと、これからご紹介するロバートです。はい、そんな、ロバートなんですけども、ロバートは、シールドで、ダメージを反射することができたり、相手から、基本攻撃を、受けた時に炎症効果を与えたり、相手から攻撃を受けた時に発動する効果が、てんこ盛りのヒーローです。先ほどのエリーも、受動的なヒーローだったので、相性ぴったりですね。ただ、ロバートも移動速度アップを持ってないので、こういう受動的なヒーローって、相手に攻撃されて、すぐ落とされちゃったら意味ないんですよ。相手の複数部隊から包囲されて攻撃されても耐え抜くだけの強さが必要で。で、そうなると、なかなか、ハードルが高いと思いますので、基本的には、エディ・ロバートの育成優先度というのは下がってくるのかなと思います。では最後に、シンシアですね。彼女は、昨年末のヒーローティアリストでは、C ランクだったんですけども、今回は B ランクと、評価を上げたヒーローですね。なぜ評価が上がったのかというと、強化が来たわけではありません。ただ、純粋に、私が、移動速度部隊の重要性を軽視していた。ただ、それだけです。いや、もう、このゲーム、本当に移動速度重要ですね。大規模な集団戦は別なんですけど、アイランドや諸島でタイルキルしたり、相手の取り残された部隊、取り残された野戦部隊を、勝っていくとき、本当に移動速度というのは重要になります。相手の部隊が減ったところを狙い撃ったり、自分より弱い人を狙い撃ちにすることができて、で、そしてなおかつ、逃げられても追いかけることができるので、
じゃあその移動速度、どうやったら上がるのという、ところなんですけども、それは、こちらの野戦才能を振ることによって大幅に上がります。で、そして、この野戦才能を持っているのが、レジェンドヒーローだと、現状、このシンシアと、知らぬいだけなんですよ。正直、もうこの野戦才能を振ったシンシアに追いつくことはできません。なので、普通に戦ってるとき、部隊が半分くらいになったら、撤退させるじゃないですか。ただ、どうしても、普通のヒーローだと、追撃されてしまって、逃げ切れないことって、結構多いんですよね。ただ、このシンシアだったら、もうやばくなったら、もうすぐ逃げることができて、自分が有利な状況でのみ、戦うことができて、相手を逃さない。これがシンシアの強みです。そして、それが、このゲームにおいて、めちゃめちゃ重要です。どうしても、このゲーム、相手に近づくと、逃げられてしまうことが多いと思うんですけども、シンシアなら、逃げられても、追いついて、攻撃することができるので、そして、やばくなったらすぐ逃走。もうこれ、相手からすると、めちゃめちゃストレスですね。で、そんなシンシア、これ聞いてる限りは、もうむしろ B ランクじゃなくて、もう A ランクなんじゃないかと、思われた方、いらっしゃると思うんですけども、シンシアは B ランクです。で、これ、なぜかというと、シンシアの完全上位互換のヒーロー、知らぬい舞が、先日実装されたからです。もう彼女は、もう文句なしの SS ランクです。シンシアって、どうしても、移動速度は高くても、火力が低かったので、そこが本当に難点だったんですけど、知らぬいは、もう火力もめちゃめちゃ高くて、なおかつ、相手が、範囲攻撃を持ってるんですよね。シンシアは、単体だったんですけども、知らぬいは範囲かつ、知らぬいは、シンシアももちろん移動速度ダウン持ってるんですけども、知らぬいもちゃんと持ってるので、そう考えると、やはり、知らぬいが、完全上位互換ということになるのかなと思います。で、そうなると、どうしても、知らぬいが育っちゃうと、そっちを使うことになるので、ただ、知らぬいが育つ前や、現状、野戦才能を持ったレジェンドヒーローって、最初申し上げた通り、シンシアと知らぬいのみなので、移動速度特化部隊を2部隊組もうと思ったら、シンシア必須なんですよ。なので、まだまだ活躍の機会はあると思いますので、シンシアは今回 B ランクといたしました。はい、こちらで、B ランクのヒーローの解説は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？どのヒーローもちゃんと長所があって、使いこなせば、バトルで大活躍だと思いますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。次回は、このゲームの主要ヒーローといっても、差し支えない A ランクのヒーローの解説ですね。もうみんなめちゃめちゃ強いです。正直 A ランク以上のヒーローに関しては、相手が使ってくる頻度も高くて、ちゃんと特徴を知っておかないと、優先して落とすかどうかの判断がつかなかったりして、それだけで不利になってしまうので、
ぜひご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。